皆さんこんにちは、佐藤マリーと、モブの田中です。今回は、進撃の巨人に登場する、9つの巨人の、能力をすべて紹介していきます。目次は概要欄とコメント欄をご覧ください。9つの巨人って何ですか？9つの巨人とは、エルディア人の始祖、ユミル・フリッツが宿した、始祖の巨人の力を、死後9つの魂に分けた知性巨人のことです。また、9つの巨人は、ユミルの子孫であるエルディア人しか継承することができなく、継承者は強大な力を手に入れる代償として、継承からの寿命が13年になります。13年って、あっという間に過ぎそうですね。始祖の巨人は、すべての巨人の始祖であり、9つの巨人の中で、最も強力な存在です。最後の継承者はエレン・イェーガーです。始祖の巨人は、エルディア人の記憶を自在に改ざんできる、記憶改ざん、すべての無垢の巨人を操る能力、エルディア人の体の構造を変える能力、9つの巨人の歴代継承者の巨人を生み出すことができる、巨人の生成の能力を持っています。ただし、この強大な能力を使うには、ユミル、フリッツの血を継ぐ王家の人間でないと使えません。強すぎませんか？強いよね。また、王家の血を継ぐ王家の人間が、継承すると、初代レイス王が施した、付箋のちぎりに影響され、力の一部を封印されます。しかし、王家の人間でないエルディア人が始祖の巨人を継承した場合、その人間が王家の人間に触れることで、付箋のちぎりによる影響を受けずにその力を発揮することができます。さすが、すべての巨人の始祖であるだけありますね。超大型巨人は、9つの巨人の中でも、最も大きく、60メートル級の巨体の持ち主です。最後の継承者は、アルミン・アルレルトです。見た目は、他の巨人とは違い、皮膚のようなものはほとんど存在せず、全身の筋肉が剥き出しになったかのような赤い外見をしています。超大型巨人は、60メートルという巨大な体を持っているため、巨人化するだけで、周囲を破壊してしまうほどの威力を持つ爆風を放ち、歩いたり、腕を振るだけで大規模な破壊活動が可能な巨人です。もはや、巨大爆弾ですね。近くで巨人化するだけで、敵を壊滅することが可能なのは恐ろしいよね。また、全身の肉を消費しながら、熱風を放つ特性を持つため、立体機動による攻撃は効きません。超大型巨人の弱点は、巨体であるがゆえに、機動力がかなり低い点と、燃費が悪いため、巨人化状態を長時間維持するのが困難というのが弱点です。鎧の巨人は、全身の硬質化ができる巨人で、継承者はライナー・ブラウンです。見た目は、全身のほとんどが硬い鎧のような皮膚に包まれており、筋肉質です。鎧の巨人は全身を常に硬質化しながら、動き回ることができ、壁内人類の立体機動や大砲程度では全くダメージを与えられないほどの頑丈さを持ちます。鎧の巨人の弱点は、関節まで硬質化されていないため、巨人による関節技が弱点です。また、大巨人用の雷装や、大砲などの威力の高い攻撃を受けると、鎧を打ち砕かれてしまいます。意外と脆いですね。9つの巨人の中でもかなり弱い方だよね。女型の巨人は、名前の通り、女性の形をした巨人で、継承者はアニ・レオンハートです。見た目は普通の巨人よりスリムな体型に、女性的な丸みを帯びた体つきが特徴です。女型の巨人は、叫び声で無垢の巨人を呼び寄せる力や、硬質化能力、他の知性巨人よりも一段優れた変身の持続力、戦闘まで何でも一通りこなせる汎用性の高さが特徴です。ちなみに女型の巨人は、他の巨人の能力を発現しやすい特徴を持ち、硬質化などは後天的に発現したものとされています。バランスの取れた巨人ですね。獣の巨人は、長距離戦が得意の巨人で、最後の継承者は、ジーク・イェーガーです。見た目は、毛深い体毛と長い腕を持ち、オランウータンのような見た目をしています。当初、獣の巨人は長い手足による優れた運動能力と、猿のような外見以外に特筆すべき力はないため、低い評価でしたが、王家の血を継ぐジークが継承してからは、投擲による遠距離攻撃ができるようになりました。また、王家の血を引くジークは、自分の骨髄液を取り込んだエルディア人を叫ぶだけで、無垢の巨人へと変え、自由に操ることができます。そして、ジークの操っている巨人は、夜間でも行動できます。王家の血で覚醒しすぎですね。王家の血、恐るべし。アギトの巨人は、殺傷力の高い顎と爪を持つ巨人で、最後の継承者は、ファルコ・グライスです。見た目は、前継承者であるガリアドの時のアギトの巨人は、小柄な体格と、長い腕と顎が特徴的で、かっこいい見た目をしていました。しかし、ファルコのアギトの巨人は、ジークの骨髄液を取り込んだ影響からか、体毛が生え、鳥のような見た目をしています。空飛べそうですね。ファルコのアギトは空飛べるよ。機動力高いですね。アギトの巨人は、9つの巨人の中でも体が小さいため、俊敏性に優れており、森でも猿のように動き回ることが可能です。また、爪と顎の攻撃力が優れており、他の巨人の硬質化をたやすく、
噛み砕くほどの攻撃力があります。車力の巨人は、4足歩行型の巨人で、継承者はピークフィンガーです。見た目は、馬面のような顔立ちをしており、あまり見た目はいいと言えません。確かに気持ち悪いですね。でも中身は可愛いけどね。確かに可愛いですね。車力の巨人は、並外れた持続力が特徴で、2ヶ月は巨人の姿を維持することができ、巨人化を解いてすぐ巨人化を何度でも連続して行えるなど、持続力が売りの巨人です。ちなみにピーク曰く、100回でも200回でも巨人化できるそうです。100回も巨人化するなんて恐ろしい。持続力高いよね。また、機動力に優れているため、長距離移動が得意で、顔や背中に武装兵器を積載することも可能です。弱点は、持続力が高い分、他の巨人に比べ、耐久力と治癒速度が低いのが弱点です。潜水の巨人は、高質化能力が特徴で、継承者はラーラダイバーです。見た目は、マスクと白い皮のようなものに覆われているのが特徴です。潜水の巨人は、高質化能力に優れているため、周辺の地面から槍のように高質化した物質を突き出したり、クロスボウやハンマーなどの武器を作ることができます。また、潜水の巨人の高質化能力は、鎧の巨人よりも硬く強力です。さらにうなじに本体が固定される他の巨人と異なり、本体である人間部分から紐のように巨人の肉体を伸ばした場所に巨人を作り出し、操ることができます。弱点は、高質化に特化した戦闘スタイルのため、消耗が激しいのが弱点です。攻撃力が高い分、消耗が激しいってことですね。進撃の巨人は記憶の共有ができる巨人で、最後の継承者はエレン・イェーガーです。見た目は筋肉質な体で、割と普通な巨人の見た目をしています。進撃の巨人の特性として、記憶の共有があり、すべての時代の進撃の巨人の継承者は過去か未来かに関わらず、すべての継承者の記憶を覗き見ることができ、他者に見せることもできます。この能力により未来の継承者が過去の継承者に未来の事象を伝えることで、実質的な未来史、過去改変のような行動をすることができます。未来予知ができるんですか？正確な未来予知ができるわけではないね。過去に干渉できるけど、過去を大きく変えることはできないので、限定的な過去改変が可能な能力だね。なんか難しいですね。でも、ユーハバッパみたいな万能な能力ではないことが分かりました。別作品だけど、そういうことね。その他の進撃の巨人の特徴は、9つの巨人で唯一、始祖の巨人の支配下に入らないのと、後天的に身につけた高質化能力が使える特徴があります。9つの巨人は、エルディア人の始祖ユミル、フリッツが宿した、始祖の巨人の力を、死後9つの魂に分けた知性巨人のこと。始祖の巨人は、すべての巨人の始祖。そして、最も強力な存在で、エルディア人の記憶を自在に改ざんできる能力やすべての無垢の巨人を操る能力を持っている巨人。超大型巨人は、9つの巨人の中で最も大きく、巨人化するだけで、周囲を破壊してしまうほどの威力を持つ巨人。鎧の巨人は、全身を常に高質化しながら、動き回ることができ、立体機動や大砲程度では全くダメージを与えられないほどの頑丈さを持つ巨人。目型の巨人は、無垢の巨人を呼び寄せる力や高質化能力、長い巨人化など汎用性の高い巨人。獣の巨人は、もともとは低い評価を受けていた巨人だったが、王家の血を継ぐジークが継承したことにより、投擲による遠距離攻撃や無垢の巨人を生成し、自在に操ることができるようになった巨人。アギトの巨人は、爪と顎の攻撃力が優れており、他の巨人の高質化をたやすく噛み砕くほどの攻撃力を持つ巨人。また、ファルコのアギトの巨人は空を飛ぶことができる。車力の巨人は、機動力に優れており、巨人化を何度でもできる高い持続力が売りの巨人。潜水の巨人は、高質化能力を使って、様々な武器を作ることができ、高質化に特化した戦闘スタイルの巨人。進撃の巨人は、継承者間での記憶の共有ができ、未来の継承者が、過去の継承者に未来の事象を伝えることで、実質的な未来史、過去改変のような行動をすることができる巨人。